ニオンゲームスです。ラジオの編集版です。ご視聴ください。それでは、早速、後半戦闘いきましょうかね。はい。では改めまして、僕らの最強ゲーム伝説 RPG の5ファイナルファンタジー編、これから後半戦となります。ということで、今回のテーマは、FF ファイナルファンタジーということで、前半語ってきまして、木村さんの中では最強は5だということになりましたけども、そんな、FF5 の、こんなね、質問したらあれかもしれないですけど、当時、あの時のスーファミ RPG の中で、5に対抗し得るようなゲームってあるんですかね、そのドラクエとか、例えば。それはね、うん、あの時にファイナルファンタジーとドラゴンクエスト5と、あと、なんだかな、マザー2かな、多分。マザー 2。あの時期多分そんな連続だったと思うんだよね。はあ、だから、マザーもまあ面白かったけど、マザー2ってマザー1よりもやっぱりすごくよくできてて、あそこの、こう、連続感みたいなのがすごくて、で、あそこの、なんだろう、でもね、ありとあらゆるものが生まれたんだよな。でもね、その全てが生まれたカンブリア紀みたいなやつの起因は、ファイナルファンタジー4だと思う、やっぱり。それほど。なるほど。だからさっき僕が5を褒める前に、4があったからの5なんだろうなっていう、こう言ってたのは、ファイナルファンタジー4が、本当にこう、ドラマチックで演出もすごくて、それまでのファミコンでやってた RPG とはもう全く違う感じのドラマチックなものをやったっていうので、その後の全 RPG が、こう、演出やアイディアを凝ろうみたいな、なんか、FF4 に凝ろうみたいな、なんか、こう、そういう空気感あったと思うんだよね。で、この RPG の大カンブリア紀が来た時に、夢もあったし、やってみればいいじゃんみたいな。なんか自分たちもなんか世界作ってゲーム作ってみればいいじゃんみたいなスイッチを押されるようなパワーがあるよね。だから5の時代ってのはすごい良かったなと思って。いやー、歴史とかあんまり考えたことないけど、こうやって話してると、やっぱ順番ってあって、で、そのドラゴンクエストやファイナルファンタジーだってやっぱりちょっと遡れば、ウルティマやウィザドリーの影響を受けてるわけだし、そうですね。面白いよね。なんか歴史の中をね、なんかバトンを受け継いでいってるような、そんな感じすらするよね。なんかこう、ファイナルファンタジーとドラクエって意外とこう、並び表されるイメージありますけど、かなりやっぱり別物ですね。こうやって話すと。なんかこう、違うよね。同じ RPG と思って遊んできましたけど、よく考えたら確かに感じ方とか全然違うなっていうのは、今思いましたね。ファイナルファンタジーの方が、なぜかマニアックで尖った印象を。そう。ドラクエの方がすごく日本的ですよね。なんかこう、平和ボケしてるというか、戦争とかの描写があってもそんなにこう、ヒリヒリしないんですよね。タケノコの里とキノコの里最強を決めるみたいなって言ってますけど。なんだこれ。タケノコの里になんか種類あるの？キノコ。だからあれでしょ？いや、わかる。だから、タケノコと里とキノコの山がどっちが偉いかとかいう、そんな無茶な相談をしても決まんないよってことだよね。言えちゃうよね。だから言えちゃうんじゃねえのこれだから結局。ちょっと選びにくいなと思っても、実は選べちゃうんだよね。例えばこの目の前に、ドラゴンクエスト5とマザー2とファイナルファンタジー5がありましたと。うわ！あなたがこれから遊んでいるのは1個だけです。どうします山倉さん、これ。どれか1個を記憶なくして遊べるってことですね。それで、残りの2個の記憶は失うのも。失っちゃうんだ。失っちゃうんですよ、もう。その3つこの世界線からなかったことになるんです。うわ、めちゃくちゃな質問ですね、それ。すごいことだな。木村さん、それ選べるんですか？まあ、人に言うのは簡単だよね。そうか。そうですね、確かに。これ自分に置き換えて考えると、いや、難しいな、でも。選べないですね。選べないな。いや俺ね、どっちも最強って言えるタイミングが、だから、5なんだよな。だからドラクエ5と FF5 のこの両方を僕は好きだというわけだけども、やっぱね、僕はね、
ドラクエ5のセリフが好きで、やっててね、もう前のめりだったのはね、ドラクエ5かもしれないけどね、だってさ、FF5 さ、デバッグだもんだってあれ。デバッグとドラクエ。お仕事ですもんね。ドラクエ比べられないよね。いやー、本当に難しいな。でも、冒険って何なんだろうね。RPG って何なんだろうね。なんかね。FF4 がすごく周りに影響を与えたと言うけども、はい。やっぱり FF4 が影響を与えたところで、いまいち僕は面白くないなと思ったのは、やっぱりこう、長いイベントとか、やたらとムービーばっかりになったりとかするのあったじゃない ?RPG の世界でも。そうですね。で僕はね、あれがすごく嫌いなんですよ。なんか RPG の一番いいところである、なんか自分が主人公で主体で、世界を歩き回ってるっていう感覚をなくさせてしまうものなんですよ、あれは。そうです。置いてかれますね、あれは。だから、最初から映画見るつもりの、なんかこう、なんていうの、メタルギアみたいな、最初から映画みたいなの作ったんですよ。人気のやつだったら、動画長くても、ムービー長くても問題ないんだけど、RPG ですよって言った時は、RPG って自由なんで、基本。昔から。それが、ちょっと変わったんだよな、FF4 の時から。これ、すごく悲しい。ドラクエっていうのはずっと結構さ、最近はどうかわかんないけど、やっぱりドラクエっていうのはデモあんまりこう長いデモとかなかったんだよな。ずっと。そうですね。デモというか、一応セリフとかムービーみたいなのありますけど、こっちでセリフ流して話を聞けるんで、能動的ではありますね。そう。全然だから違うんだよな。そうですね。だから、その最初の質問に戻ると、ファイナルファンタジーとドラクエと、どっちが最強ですかって言われたときに、本当に申し訳ないんだけど、肌感が合うのはドラクエだと思う。なるほど、なるほど。いや、もう、むちゃくちゃファイナルファンタジー作ってる人たちに対する、リスペクトっていうか、とんがり具合とかはむっちゃ感じてるのに、たった一人のその堀裕二のセリフで、僕は、大好きってなっちゃうわけじゃない。あれがちょっとやっぱりこう、魔法だよね。堀裕二先生の魔法というか。いやー、でも一生、なんだろうな、こう、恥ずかしくて喋りかけられないだろうな、どっかで出会っても。ファイナルファンタジーも好きだったと。で、ドラゴンクエストも好きだったと。で、みんなは、どんな風にこう想像してるかわかんないけど、ドラゴンクエストが出てはファイナルファンタジーが出て、で、またドラゴンクエストが出て、で、たまにロマサが出て、ファイナルファンタジー出てみたいな、ずっとまたドラゴンクエスト出てみたいなさ、1985、6年からずっと10年ぐらいそんな感じだったわけよ。もうこの2つは、竜と虎みたいなもんで、2つで1つ、こう、なんていうのかな、ねじれるように渦巻くように、前に、なんか磨き合って進んで歩いていった。そういうのが、僕らにそれを与えた感動みたいなのすごいんだよね。だから、どっちがいいとかじゃないんだろうな、結局。ちなみに、ドラクエと FF がじゃあ両方最強だとするじゃん。はい。もう、二つが最強だ。でもね、最強だとするじゃん。そうすると、もうね、それだったらこれが最強じゃないのってなるやつあるんですよ、一個。なんでしょう。クロノトリガー。うわーだって、ドラクエ。いいとこ取りだ。そう、スクエアエニックスって、スクエアとエニックスが合体したってみんな騒いでるけど、その前にすでになんかこう、ドラクエと FF が合体したみたいなやつ作っちゃったわけじゃん、クロノトリガーって。しかも面白かったじゃん、あれ。めちゃくちゃ面白かったですね。面白いよね、あれ。相当面白いよね。めちゃくちゃ面白い。ということで、この、何が最強なんですかに対しては、なんか趣旨変わってきたけど、クロノトリガーでお願いします。なんじゃそれ。FF をテーマにライバルのドラゴンクエストも語ってきましたが、最強の RPG はクロノトリガーとなりました。はい、パチ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 、なんじゃそれ。全員ずっこけてますよ。ずっこけるよね。だってファイナルファンタジーも好きだし、ドラゴンクエストも好きな俺としてはさ、もうどっちとか言えないんですよ。でもそうですよね。はい。でもなんか、話してて結局そういう流れになって、割とね、こう納得感はいくような感じだったんじゃないでしょうか。お話ね、ここまで流れ聞いた上で、その結論だけ聞くとね、なんでだよってなるかもしれないですけど、この話をなんとなく聞いてると、クロノトリガーはそうかっていう、なんかね、こういうラジオでございました。
OK はい牧場。なので、皆さんお付き合いいただき、誠にありがとうございました。ありがとうございました。それでは良い週末をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。チャンネルの登録もよろしくお願いします。